皆さんこんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は狭い賃貸マンションのお宅のおうち丸ごとビフォーアフターというテーマでお話していきたいと思います。動画のコメント欄などでもよくいただくのが、うちは賃貸マンションで古いから収納が少なくてとか、うちは狭いからといったお悩みです。確かに新築の分譲マンションですとか、あと戸建てのお宅などに比べるとですね、賃貸のマンションにお住まいのお宅というのは、収納スペースも限られてしまいますので、物の収納には困ってしまいますよね。そこで今回は狭くて収納が限られる賃貸マンションのお宅のおうち丸ごとビフォーアフターの事例についてご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、収納の具体的なお悩みについてご相談いただける少人数制のオンラインワークショップも開始いたしましたので、ぜひ詳しくは概要欄をご覧ください。では早速スタート。ではまずはじめに今回のお宅の基本情報からご紹介していきたいと思います。今回はですね、ご夫婦と赤ちゃんの3人家族で 1LDK の賃貸マンションにお住まいのお客様になります。物がですねすごく多いというわけではないものの、そもそもファミリー向けのですね間取りになっていないということもありまして、収納不足にお悩みでした。またお子さんがまだ小さくてですね、いたずら対策も必要な年齢でいらっしゃいましたので、使い勝手とあと安全性ですね、こちらの両立をどう実現させるかということも課題になっていました。こちらを踏まえてキッチン、リビング、クローゼット、洗面所の4カ所のビフォーアフターについてご紹介していきたいと思います。まず1カ所目のキッチンのビフォーの状態からご紹介したいと思います。こちらのお宅のキッチンはつり戸棚のないコンパクトサイズ、そのため収納不足にお悩みでいらっしゃいました。キッチン背面にはスチールラックと腰高サイズのコンパクトな収納棚を置かれていましたが、こちらも収納量が少ないため入りきらない食材やストック品が床置きになっていて場所を取ってしまっていました。使用頻度の高い食器類は食器棚の引き出しと開き扉の棚に収納されていましたが、プレート類の収納がしづらく、改善のためにティッシュラックを購入したものの、お皿のサイズ的にラックを引き出せないと取り出せず、ご主人からも不評だとお悩みでした。またスチールラックの上の方には使用頻度の高いベビー用品やラップなどを置かれていましたが、それだけで収納がいっぱいの状態。置き場のないキッチンペーパーやお弁当グッズなどがラックの上に積まれている状態でした。こちらはシンク下の引き出しです。幅、深さともにたっぷりの収納ですが、配管の関係で物が置けない箇所があり、あまりうまく活用できていない状況でした。こちらはコンロ下の引き出しですが、フライパンやお鍋類はきれいに収納されていたものの、その手前に置き場所のない食材がなんとなく詰め込まれていました。食材はご実家からも野菜などを送ってもらうことがよくあるそうで、もっと収納できる場所を増やしたいとご希望でした。このような状況を踏まえて、キッチンでは食器を出し入れしやすく収納すること、そして食材の収納スペースを増やすということを目標に収納を見直しました。では早速キッチンのビフォーアフターについてご覧いただきたいと思います。まずキッチンの背面から。こちらは置き場所がない食材などが詰め込まれていた床置きのボックスがなくなったおかげで、食器棚の中も出し入れしやすく、スペースも広くなりました。背面のスチールラックはレンジの上のものをどかして棚板の位置を下げ、そこに収納ボックスを並べることで食材収納のスペースを確保。もともとあったベビー用品などの置き場所も確保しつつ、乾物や調味料、お茶類などの食材もたっぷり収納できるようになりました。出し入れしづらかった開き扉内の食器収納ですが、上2段を100均の収納ケースを使った食材収納スペースに。レトルトや缶詰などあまり頻繁には出し入れしないストック用食材を収めました。そして下2段には来客用などの使用頻度の低い食器類を収納しています。そして開き扉内にあったプレート類などの収納はお手持ちのディッシュスタンドを使い、シンク下の収納へ移動。大きめのプレート類は立てた方が出し入れもしやすく、シンク下なので洗った後も戻しやすくなりました。また高さのある哺乳瓶などもスチールラックからこちらに移動させています。こちらはコンロ下の引き出しです。もともと食材があった左手前のスペースにはラップやホイル類を移動しました。
そしてあまり活かせていなかったカウンターテーブル下のスペースには、上段にご実家からの頂き物、下段に使用頻度の低いキッチン家電を収納することでスペースを生かしました。はい、キッチンのビフォーアフターですが、いかがでしたでしょうか。狭いキッチンの場合ですね、できるだけ限られたスペースをフル活用するような配置を工夫するというのがとても大事になります。今回のお宅のキッチンの例でしたら、スチールラックのですね、棚板のピッチを見直すことで収納力をアップさせたりですとか、あとシンク下の引き出しの方にお皿を移動させることで、高さも生かした収納にしたりといった工夫をしました。できるだけ無駄を減らした配置が作れると、スペースの限られるキッチンも有効活用できますね。続いて2箇所目のリビングのビフォーの状態をご紹介します。キッチン横のスペースにカラーボックスを置いて収納不足を補っていましたが、お子さんに触られないようにベビーガードを置かれていて使いづらい状態に。そしてガード自体もお子さんがガタガタ動かすようになってきて、この収納自体に限界を感じられていました。もう一つリビングにはこちらのオープンラックも置かれていましたが、ここもお子さんのいたずら対策で下2段はあまり使わないものが置かれていてもったいない状態に。こちらはいずれ開けてお子さんのものを収納できるスペースにしたいともお考えでした。リビングの収納の要になってくるのが、リビング近くに唯一ある作り付け収納であるこちらの収納棚です。お子さんに触られたくないものはこちらにまとめてしまいたいものの、ご夫婦の趣味のものや雑貨などがなんとなく詰め込まれていてもったいない状態でした。そのためリビングに関してはお子さんに触られたくないものはできるだけ作り付け収納内に収めるということを目標に収納を見直しました。では早速リビングのアフターをご紹介したいと思います。まずいたずら防止のためにゲートで囲んでいたカラーボックスは、触られても問題ないボックス収納やティッシュのストックなどを配置。ゲートを外しても安全な収納に改善しました。オープンラックの方もお子さんの手が届く下2段はすっかり空っぽに。こちらには今までクローゼットにあって少し不便だった子供服や円バッグを置けるスペースとして活用されるとのことです。そしてリビングの作り付け収納は配置などを見直すことで無駄のない空間に変身。比較的使用頻度の高い日用品、文具類を上から3段目のゾーンに集約し、趣味のものは主に上段、種類などを主に下段というゾーニングにして使いやすく改善しました。はい、リビングの方もいかがでしたでしょうか。収納が少ないお宅の場合はですね、数少ない作り付け収納をいかに活用するのかっていうのが大事なポイントになると思います。特に小さいお子さんがいらっしゃるお宅の場合はですね、できるだけ表に出しておくものというのは最小限にしたいものだと思います。ですから不要なものは減らした上で、できるだけ作り付け収納の中に収められるような収納にしていきたいですね。続いて3箇所目のクローゼットのビフォーをご紹介します。この字型で3面分収納できる構造で収納力はあるクローゼットでしたが、お家の中にあるクローゼットはこの1箇所のみ。そのためご夫婦のものとお子さんのもの、そしてご家族共用のものが混在してしまっていてごちゃついてしまいやすいご状況でした。右側には奥様とお子さんの服、そして正面にはご主人の服というゾーン分けをざっくりされていらっしゃいましたが、奥様とお子様ゾーンの上部には季節外の布団や家電の空き箱、使用頻度の低い家電などが混在していました。そのため、なんとなくゾーニングも曖昧になってしまいがちでした。そして洋服がしまいづらいこともあり、脱いだ服などが空いた隙間にちょい置きされやすい状態に。物の量の割にはなんとなくあちこちごちゃっと見えがちになってしまっていました。こちらはクローゼット左側で季節外のスーツや礼服など使用頻度が低いものを主に置いていらっしゃいましたが、スーツケースの上にもちょい置きのお洋服が乗ってしまっていたりと、こちらもややゾーニングが曖昧な状態になっています。こういった状況を踏まえてクローゼットは各エリアのゾーニングを再度整理して、今後お子さんのものが増えた時にも調整しやすいような配置を目指して改善することにしました。ではクローゼットのアフターもご覧いただきたいと思います。まずはクローゼットの右側から。こちらは今まで手前にお子さんの服を収納されていましたが、リビングの作業で棚が空き、普段着る子供服がそちらに移動できましたので、奥様の服を手前にまとめました。奥側にはご夫婦の礼服など使用頻度の低い服を一旦置いていますが、今後お子さんの服が増えてきた時にはこの右側奥のゾーンが使えるようにしています。右側上部はもともとあった布団などを移動させて、奥様の2軍3軍のバッグ類をまとめました。
全体的に物が少なめなお宅でしたが、奥様のバッグはその中では割と量がある方でしたので、分かりやすく1箇所にまとめています。1軍のバッグは1個だけでしたので、出し入れしやすい下のチェスト上を定位置にしました。なお3軍のバッグは数が多かったので、大きい旅行用のバッグの中にまとめて収納しています。下のゾーンと合わせた縦ライン全体で奥様ゾーンとして役割を整理することで、誰のものをどれだけ持って OK かという陣地が整理しやすいような配置を意識しています。そして正面はご主人ゾーンとしてゾーニングを整理。左右に点在していたご主人のものをこの縦ライン1箇所にまとめています。これも物の増えすぎを予防するのに効果的な配置にしています。そして左側はご家族共用のものと赤ちゃんグッズのゾーンとして役割を整理。季節外の家電やスーツケースなどのかさばるものを1箇所にまとめています。また今まで奥様の洋服ゾーンであまり活用されていなかった吊り下げ式の収納ラックは、お子さんのお尻拭きなどのストックを収納する用途に変えて活用することにしました。ちなみにスーツケースは使用頻度があまり高くないとのことでしたので、こちらも収納として活用し、季節外の布団などを収納しました。中に何が入っているか分かるよう、外側にマスキングテープでラベリングもしています。そして上段には家電の空き箱や細々したものを入れるバスケットを配置。出し入れもしやすく、見た目にもだいぶすっきりした収納になりました。はい、クローゼットのビフォーアフターもいかがでしたでしょうか。一つのクローゼットをですね、ご家族で共用する場合というのは、どうしてもあちこちにご家族のものが点在してしまって、結果的にそれぞれのものが増えてしまいがちですよね。そのため同じスペースの中でもですね、ゾーニングをしっかり整理して、それぞれに割り当てられたスペースの中でやりくりしていくっていう工夫も重要になってくると思います。そして最後は洗面所です。洗面所には洗濯機の上にもともと可動棚がついていましたが、引っ越してから一度も棚板を動かしたことがなかったそうです。そのため上の段は高すぎて手が届かず活用できていない状態で、使わないものが置かれたもったいない状態になってしまっていました。洗面台下の引き出しは上段にドライヤーやひげ剃り、下段に奥様のパジャマ類が収納されていました。動きが活発になってきたお子さんが、下の段はすでにポイポイ中身を出してしまうようになり、上の段もそろそろ危なそうなので中身を見直さないといけないかもと心配されていました。そしてこちらは洗面台下の開き扉部分です。ここには洗濯用洗剤やシャンプー類を収納されていましたが、ストックと今使っているものは混在していてごちゃついてしまっていました。このような状況を踏まえて、洗面所はお子さんの安全性も考えつつ、どこに何があるか分かりやすく使いやすい収納を目指して改善することにしました。では洗面所もアフターをご覧いただきたいと思います。洗面所は可動棚の位置を下げて、もともとタオルを入れていた無印のソフトボックスにご夫婦のパジャマを収納。上段にご主人、下段に奥様のものを配置しています。そしてお子さんのいたずらが心配だった引き出しの方に、もともと可動棚を置いていたタオルを移動。上段にフェイスタオル、下段にバスタオルを収納しました。タオルであればお子さんに多少いたずらされても安心ですね。ちなみに引き出しに入っていたドライヤーは S 字フックで棚の下についていたポールに吊るすことにしました。コンセントも洗濯機の後ろにあって差し込みやすいため、動線的にも便利に改善することができました。そして洗面台下の収納は、手前に今使っている洗剤類、奥にストックという配置に改善。奥のストックは洗濯用洗剤、シャンプー、ボディーソープ類、そして入浴剤などのその他のものというカテゴリーで分けて、在庫量が分かりやすいように収納を見直しました。作業した際には、収納用品がなかったので、お手持ちの紙袋で仮のボックスを作っていますが、100円ショップなどの収納ケースを使うとさらにすっきり使いやすくなると思います。はい、洗面所のビフォーアフターもいかがでしたでしょうか。洗面所というのはスペースが狭い割に、意外とですね、タオルだったり着替えだったり、あとはストック品とかですね、置きたいものというのは結構あったりしますので、収納が少ないと困りがちですよね。棚板の高さを変えたりですとか、あとフックにかけられるものはかけたりといったちょっとした変更でもスペースというのは生まれるものだと思いますので、できる工夫はフル活用していけるといいですね。いかがでしたか？
今回のお宅はですね、2回のご訪問で計10時間ほどですね時間をかけて4箇所の作業をさせていただいたんですけれども、実際にお家全体が使いやすく改善できたことでですね、お客様ご自身も一人で悩まずにもっと早く相談すればよかったっていうようなお声をいただきました。ちょっとした収納の見直しだけでもですね、暮らしが大幅に使いやすくなったりもするものですので、ぜひ収納が少ないとお悩みの方も諦めずにできる工夫からトライしてみてはいかがでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。